ご視聴ありがとうございます。スカイリム面白死体研究会会長のめいめいひまりです。今夜も私が選んだとっておきの面白死体を紹介するわ。今回紹介する死体はベンリル・セベリンよ。彼は DLC ドラゴンボーンに登場する死体で、ソルスセイムで自宅を手に入れるクエストの討伐目標でもあるわ。手に入れるまでがなかなか大変なのだけど、その手間に見合った性能になってるわ。単に強いだけじゃなくて珍しい特性を持ってるから、使ってて楽しい死体でもあると思うわ。というわけで早速彼の特性を見ていくわよ。始まるよー。ベンリル・セベリンは二刀流で戦う重装戦士よ。フォースウォーンの剣などを持たせれば誰でも二刀流は可能なのだけど、彼の場合はそういう制約がないから両手とも強力な武器を持たせられるわ。二刀流が使えるというだけで珍しいのだけど、その上彼は攻撃モーションが異様に速いわ。これは二連疾風のパークを取得しているからなのだけど、これを持ってる NPC はフォースウォーンなどの保存不可能な死体を除くとほとんどいないわ。しかも単に攻撃速度が速いだけではなくて、アームズマンのパークを持ってるから攻撃力も高くなってるわ。高いダメージを高い速度で叩き込める。シンプルだけどこれがベンリル・セベリンの特徴よ。説明しよう。次はステータスを見ていくわよ。これがベンリル・セベリンのステータスよ。所持パークは片手武器と軽装を強化するものだけというシンプルな構成ね。アームズマンをランク4まで取得してるから片手武器で 1.8 倍のダメージを与えられるわ。参考までにラリスが持ってるのはエクストラダメージ2だから、ラリスにはあと一歩及ばないけどそれに迫るくらいの攻撃力はあるわ。2連猛撃はラリスも持ってないから。パワーアタックのダメージならラリスすら上回るわ。二連疾風のランク2を取得してるから攻撃速度も速いし、二刀流の使い手としては最高性能の銃と言っていいと思うわ。軽装を強化するパークも充実してて、防御力を上げる巧みな軽戦士から、軽装パークの頂点である巧みな動作まで取得してるわ。ただ残念なことに、彼が装備してるのは重装備なのよね。スキル適性は重装の方が高いから防御力は決して低くはないのだけど、なぜここまで軽装パークを充実させてしまったのか不思議でしょうがないわ。装備とパークの不一致という問題はあるけど、そのせいで弱くなってるわけではないから、攻守ともにバランスのいい死体よ。死んでくれません？それじゃあ入手方法を説明するわ。ソルスセイムのベレス隊長に話しかけられると始まるクエスト。復讐の時を進めればベンリル・セベリンの死体が手に入るのだけど、このクエストを始めるには前提となるクエストを2つクリアする必要があるわ。一つはアティウス農場に近づくと発生する死者の行進。もう一つはレイブンロック鉱山でクレシウスに話しかけると発生する最後の子孫よ。どちらもダンジョンを攻略する必要があるから準備はしっかりしておいた方がいいわ。この2つをクリアするとようやく復讐の時を始められて、その後アッシュファロー要塞でベンリルを倒せば、彼の死体が手に入るわ。途中で向かうことになるセベリン邸で、イリス・セベリンとニッキ・セベリンの2名と戦闘になるのだけど、彼女らもなかなか強い死体よ。セベリン邸で彼女らを倒さずにおけば、アッシュファロー要塞に防具を着た状態で出現するから、ジュートにしたいならセベリン邸では彼女らを死体にしない方がいいわ。アームズマンをランク3まで取得してるから片手武器で 1.6 倍のダメージを与えられるし、全身軽装備で軽装パークを複数取得してるから防御力もかなり高いわ。ベンリルに比べると地味だけど、AE では同時に3体までジュートにできるから、まとめてジュートにして連れ回すのもいいんじゃないかしら。クエストを終わらせなければ保存アイテムなしで保存ができるから、どうしてもセベリン邸を自宅にしたい人以外はクエストは終わらせない方がいいわ。所有権がなくてもマネキンや武器の飾り棚が使えないくらいで、生産施設として使う分には不都合はないわ。実際にやってみた。強力な物理アタッカーというと以前紹介したフリアも当てはまるけど、どっちが強いか気になる人もいるかもしれないから、実際に戦わせてみたわ。何回か戦わせてみたけど、フリアが勝つこともあれば、ベンリルが勝つこともあったわ。どうやら両者の強さは拮抗してるみたいね。ただ富士武器を持たせれば攻撃回数の多いベンリルの方が有利になるから、総合的にはベンリルの方が強いと言っていいと思うわ。ご視聴ありがとうございました。というわけで今回はベンリル・セベリンについて紹介したわ。手に入れるまでが大変だけど、二刀流が得意な銃とはなかなかいないから、苦労しても手に入れる価値のある死体よ。それじゃあ今回の動画はここまでよ。よかったらいいね、高評価してもらえると励みになるわ。
またね。